皆さんこんにちは。チェイスアミです。11月24日日曜日に、ポーランドフェスティバル2019に行ってきました。いつも拍手をする。ですね、ポーランドフェスティバルは、私はここ数年行かせてもらっていて、去年が原宿でやったんですけど、なんだろう、あれはアトリエなのかな、なんかわかんないですけど、すっごく狭い会場で入場するのにもすごく並びましたし、一つの室内でもうご飯も、食器とかそういう雑貨売ってるものとか、あとスクリーンがあって、こう時間によってなんか出し物というかステージがあるんですけど、そういうのももう全部一つの場所になってて、もう本当にぎゅうぎゅうで、私が行った時は、割と早い時間には行かなかったんですけど、結構食べ物も売り系のものが多くて、食べられるものがあんまりなかったので、100% でちょっと楽しめなかったっていうのがあります。で、2019年の今年は国際フォーラムで開催されるっていうことで、かなりスペースもあって広いのかなっていう期待で行きました。で、映像にもあったと思うんですけど、国際フォーラムの、D ホール、そこの地上の広場があるんですね。若干ビデオにもしたかな、国際フォーラムにはシェイクシャックっていうすごく美味しいハンバーガー屋さんがあるんですけど、すぐそこの前あたりの通路に飲食系ですね、ポンチキとか食べ物とか、ポンチキも食べ物なんだけど、あとお酒とかそういう飲食スペースがそこの外にあって、でまた食器とか、雑貨が売ってるのはまた別のところで、なんか近いとこだったかな、なんかそういう違うスペースで開催されてて、であとスクリーンがあって、いろいろ出し物をするスペースもまた別の階って感じで、全部で3カ所ぐらいでやっていたので、去年よりは全然スペースも広くて、人もそんなにすごくぎゅうぎゅうでもなく、割と結構楽しめたかなと思います。私たちはもう11時半とかかなり早めの時間に行ったので、目的のポンチキとか、他の食べ物もたくさんありました。で、そこで食べたものちょっとだけですけど紹介したいと思います。じゃん、こちらグリルセットなんですけど、ポーランドのソーセージ、結構ポーランドはソーセージもいっぱいあって割と有名なのかなと思うんですけど、このグリルセット、3種類のソーセージに、パン、あとちっちゃいピクルスがついているものでした。すっごく美味しかったです。向こうのやっぱりスパイスなのかな、調味料、なんかやっぱりこう独特なスパイシーな味があって、とっても美味しかったです。はい。で、あとまたちょっと似たような写真になっちゃうんですけど、こちらお酒で、ホットワインと、あとこのビールなんですけど、ポーランドのもの、すべて原料はポーランドのものを使って、でそれを日本で作ったっていうお酒みたいです。日本とポーランドが国交を結んで、100年経つっていう記念でもあって、それを作ったみたいです。兄が、そのビールを飲んでいて、もうすごくホップいいビールですごく飲みやすくて美味しいっていう風に言ってました。で、あともう一つここにあるのが、ジュレック、スープですね。ジュレックはポーランドではイースターでよく飲まれるスープで、ゆで卵とかが、イースターなんで卵がこうボンって入っている、ちょっと酸味の効いたスープなんですけど、とっても美味しかったです。実際ポーランドに行って私も飲んだことがあるんですけど、本当にポーランドで飲んだのと同じような味で、とっても美味しかったです。
であとこのポーランドフェスティバル行った時に前日が雨だったっていうのもあって、結構いろんなところが濡れていて、で、国際フォーラム自体は広いんですけど、飲食スペースはかなり狭くて、テーブルと椅子もちょっとあったんですけど、本当に少しで、皆さんもうね座って食べてたりして全然開かなかったので、その辺にあるベンチで食べようってなったんですけど、結構ベンチも濡れてて座れる状況じゃなかったので、もう私たちはベンチの上にそのグリルセットとか食べ物を置いてしゃがんだり立ったりしながら、パパッと食べた感じです。なんでこの他にももちろんポンチキも買いました。3つセットで1000円っていう風に売っていて、で、前回の動画でも言ったんですけど、イベントっていうのもあって、今回はカスタードクリームも売られてました。ラズベリー、バラ、チョコレート、カスタードの4種類が売られてたので、今回はその3個で1000円っていうセットで、私はラズベリーとバラとカスタードの3つを買いました。で、カスタードは結構お酒の効いているクリームなんですよね。で、私はちょっとお酒が苦手なので、お酒は兄が食べたんですけど、結構ふんわりお酒が効いてるんじゃなくて、結構ガツンとお酒が効いているようで、酒好きにはたまらないぐらいすごい美味しかったみたいです。こんな感じで、ワールドフェスティバル、食べるコーナーはとっても楽しめました。で、違う回のいろいろグッズが売っているところ、あとはスクリーンがあって、いろんな時間ごとに出し物をされてるんですけど、ちょっと今回は別の用事もあったので出し物ゆっくりは見てられなかったんですけど、そこの場所であったのがこれじゃん。なんかすごいね、このこれあれか、ピエロギって言って、これもポーランドでとてもポピュラーな有名な食べ物なんですけど、なんかこのね、なんて言うんだろうな、模様柄がすごいここにあった、すごい素敵ですよね。すごい独特な柄で、いろんなブースがあっていろんな紹介をしていたんですけど、ここはここのブースはこの柄の模様で、もうすごく一番目立つ、なんだろうって思って私も行ったんですけど、どうやらいろいろポーランドについての本を出している、そういう紹介だったみたいで、これは誰にでももらえるちょっとしたパンフレットみたいなのなんですけど、しっかりすごい分厚く本も売っていて、こういう本出してますっていう、そういう紹介のブースでした。で、ここにはちょっとしたポーランドのことが書いてあったり、あとはこんな風に言葉の紹介もいくつか書いてあって、これあれですね、私がいつもちょっと YouTube の挨拶の時に言うようにしているチェスチっていう、こんにちはっていう意味なんですけど、どっちかっていうと親しい間柄で言う感じのこんにちは、ハローみたいな感じですね。ちょっと丁寧に言う場合にはジンダブレって言うんですけど、私はいつもジェスチっていう風に YouTube で言ってます。で、卵はヤイコ、ダンスタニエツ。で、あとはポーランドで有名なポーランド陶器、こういったのですね。こういうのも、売ってるブースがありました。すごく人がいたので、ちょっと近くで写真に撮ったり、
ちょっと撮影することはできなかったんですけど、こういうセラミカ、今多分日本でも結構人気が出てきてると思います。こういったポーランド陶器も、売っていましたし、あと私ねこれ大好きなんですけど、じゃん、キッチンペーパーですね。なんか旅行とか行って可愛いキッチンペーパーとついつい買っちゃうんですけど、こういうのもちょこっと売られてましたね。これポーランドに行った時に買ったりしたんですけど、すごくこれ1枚敷くだけでお菓子がおしゃれになったりして、とってもお客様来た時とか便利です。はい、そんな感じで、ポーランドフェスティバル2019、とても楽しく過ごせることができました。今回の動画はここまでです。皆さんご視聴ありがとうございます。ポーランドフェスティバル、そしてポーランドが素敵だな、いいなと思われたら、ぜひいいね、高評価よろしくお願いします。それではまたね。パパ。